皆さんこんばんは、宇野と言います。盗賊ブラインドの隠れ家とドイブラン遺跡の関係についてお話しします。ブレスオブザワイルドと神々のトライフォースの一部のネタバレがあります。今回は久しぶりの考察動画になります。まだ調査を続けている途中経過ですが、楽しんでいただけると思います。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。昨日の3月8日でこのチャンネルを立ち上げて丸1年となりました。いつも応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。最近はゼルダの伝説をあまり知らない方向けの考察以外の動画ばかりですみません。あと1本だけ過去作関連小ネタを投稿したら今までの流れに戻していきます。今後もちょくちょくゼルダの伝説初心者さん向けの動画も挟んでいきますが、登録者のほとんどの方に求められている動画が考察系の動画だということは重々理解しているつもりですので、温かく見守っていただければと思います。それでは無駄話もそこそこにして、ドイブラン遺跡の考察いきましょうか。まず前提として、今回は妄想成分が多めですので、そこだけご了承ください。盗賊ブラインドとドイブラン遺跡。ドイブラン遺跡はブレスオブザワイルドのハイラルのフィールドで唯一真っ暗な場所です。ゾナウ族という謎の民族が建てたとされている遺跡なんですね。これは結構有名な話なんですが、ドイブラン遺跡という名前は暗闇を意味するブラインドのアナグラムになっています。アナグラムというのは文字を並び替えて別の意味にする言葉遊びのようなものです。ブレスオブザワイルドの地名や人名のほとんどがそれにあたりますね。プルアはアップル、インパはパインといった感じです。神々のトライフォースには盗賊一味が何人か登場します。その一人ブラインドという名前の人物は元は聖地であったが、今は闇の世界になってしまったかかりこ村の裏であるはぐれ者の村にある地下洞窟のボスとして現れます。ダンジョン奥に囚われている女性を光が当たる部屋へ連れて行くと魔物である正体を表すという流れです。名前にも表れている通り光が苦手だったようですね。ブラインドはもともとはかかりこ村に住んでいたようで、その盗賊ブラインドの家に現在住んでいる人物からもエピソードが聞けます。洞窟内の人間の姿の時は女性ですけど、ブラインドの性別は女性だったんでしょうか。このダンジョンに封印されてしまっている賢者の子孫と同じ姿なので、騙すための仮の姿なのかもしれませんね。性別はわかりません。ガノンの魔力により魔界と化した聖地でモンスターになってしまったという解釈でいいみたいです。時のオカリナでもわかるように、ガノンドルフも盗賊で何人か手下がいたようですが、ブラインドも盗賊だとのことで、ガノンドルフの手下みたいな人物だったんでしょうかね。聖地でトライフォースを見つけてからは、それに触れるために血みどろの仲間割れがあったと伝えられています。神虎の時代の盗賊はかかりこ村の一部を含めて他にもヘブラ山の方や砂漠地帯の方、迷いの森の中とあちこちに隠れ家があったようです。盗賊ブラインドを含めたその他の盗賊たちはガノンドルフが率いる盗賊団の残党なんでしょうか。それとも聖地でトライフォースを求めて争った別の盗賊団なんでしょうかね。わかりませんが、ブラインドをはじめとした盗賊の隠れ家で気になることがありまして、過去の動画で神虎とブレワイのマップについてお話ししましたよね。ざっくり言うと、神虎のマップを時計回りに45度くらい動かすとブレワイのマップにかなり近くなるというものでした。神虎マップかかりこ村の北の方に盗賊ブラインドの家および地下の隠し洞窟があるんですが、かかりこ村の長宝サハスラーラの家とほぼくっついた家になっていることから、サハスラーラとも何かしら関係があった人物だという可能性も考えています。サハスラーラは賢者の子孫の一人ですね。話を戻しますが、この他にもたくさんあったと思われますが、作中で言及されているだけでもヘブラ山の方、砂漠地帯の方、迷いの森の中とたくさんあります。その迷いの森の隠れ家をブレワイのマップに当てはめてみると、ドイブラン遺跡に近い場所になりますね。マスターソードの台座との位置関係がおかしくなってしまうんですが、他にもアジトがたくさんあったと考えると、ドイブラン遺跡がある場所にも出入り口があってもおかしくないですよね。というのも、ドイブ
ブライン石内のゾナウの石柱で銅線が敷かれた先の北西に妙な石板があるんです。その周囲は柱ではなくて壁で囲んであります。その石板をゾナウの渦巻きが描かれているコログブロックが囲んでいることから、僕が前々からちょくちょくお話ししているゾナウ遺跡である雷の大地の緑マーク後ろの石板と特徴が似ているんですよね。これらはゾナウ遺跡の地下洞窟への複数ある入り口だと思っていまして、ドイブラン遺跡のこの石板で言うと、これがそのまませり上がって階段が出てくるんじゃないかと妄想しています。そしてはぐれ者の村及びかかりこ村があった場所というのがざっくり言うと王立古代研究所あたりになると思うんですよね。その近くには雷の大地があります。その地下というのが神虎自体にブラインドがお宝を隠していた家の地下を利用したものなんじゃないかと考えました。そして砂漠の方の隠れ家というのが東ゲルド遺跡あたりになるんですかね。メガネ岩あたりですかね。ちなみに神虎のそのゲルド地方の隠れ家近くにいる看板の横の謎のおじさんも盗賊だということが他の盗賊たちの話からわかります。名前はわからず、ブラインド以外の盗賊の名前は一切出てこないんですけどね。闇の世界の方のはぐれ者の村東、鍛冶屋があったところに宝箱を隠していたようです。リンクについてきて人間の言葉も話す変な宝箱です。このおじさんは身を隠している様子から盗賊をやめて逃げ出してきたんだと僕は思っています。あの宝箱の中身は空き瓶でしたけど、他にも何か宝を盗んできたんでしょうかね。そういえばブレワイの大盗賊ラムダもあちこちに宝箱を隠していました。僕は盗賊じゃないのでわからないんですが、盗賊って宝を隠すもんなんでしょうか。脱線しましたが、盗賊ブラインドの名前が変化しながらも伝わってきたこの土地を利用してゾナウ族が遺跡を建てたという単純な話かもしれないなぁとも考えました。ブラインドは光が苦手だったようなので、その土地を自分が住みやすい暗闇の環境に変えたものがそのまま残って、シーカー族だかゾナウ族だかが暗闇を制御できるようにして、ブレワイ本編では勇者の試練として利用されているみたいな感じですかね。とここまで長々と話しましたが、全てぶっ飛んだ妄想なので楽しんでいただけたら嬉しいです。結構散らかった内容になっちゃいましたね。すみません。引き続き調べていきたいと思います。まとまったらまた改めて考察動画にしたいと思います。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。